皆さんこんにちは。ミックリアルジャパニーズのミックです。今日も3ポッドキャストの時間です。皆さん、3ポッドキャストシリーズ楽しんでもらえてますか？優しいコメントをしてくれた人ありがとうございました。すごく励みになります。これからもこのシリーズの動画をたくさん作っていきたいと思っています。はい、じゃあ始めましょう。皆さんは日本にたくさんのことわざがあることはもう知ってますよね。じゃあ、動物に関係することわざを聞いたことがありますか？前のエピソードでも胃の中の蛙、大海を知らずっていうことわざを勉強しましたよね。カエルについてのことわざです。動物を例にするとユーモアがあって覚えやすいですよね。今日は動物に関係することわざの中から犬のことわざを紹介します。今日紹介するのは犬も歩けば棒に当たるということわざです。どんな意味か想像できますか？実はこのことわざはいい意味と悪い意味、どちらでも使うことができることわざなんです。まずはいい意味から見てみましょう。犬も歩けば棒に当たるは何か行動してみると想像していなかったいいことがあるという意味です。でもどうしてこのことわざには犬が入ってるんでしょうか？犬が歩くと棒に当たるということが本当にあったらどうでしょうか？犬が歩いていて棒に当たってしまったら犬がかわいそうですよね。実は日本語の当たるはいい意味で使うこともあるんです。宝くじが当たるなどがその例です。特にラッキーなことがあった時に使います。つまり犬が歩いてて急に棒に当たったことがラッキーなことに例えられています。だから何か行動してみると想像していなかったラッキーなことがあるという意味です。あと、犬も歩けば棒に当たるは行動することの大切さを伝えることわざでもあります。人は何かにチャレンジすることが怖かったり、心配だったりすることがありますよね。でも勇気を出して行動してみたら、想像してなかったいいことがあるかもしれません。例えば、新しい町に引っ越したばかりで友達がいないとき、外に出かけるのが嫌になるかもしれません。でも勇気を出して一人で出かけてみたら素敵な人と会った。そんな時も犬も歩けば棒に当たると言えます。こんな風に犬も歩けば棒に当たるはポジティブな意味で使うことが多いんですけど、犬が棒に当たってしまうというそのままの悪い意味で使うこともあります。意味はさっきと反対で、何か行動すると想像していなかった悪いことがあるという意味です。確かに何かをするとき、良くないことが起こることもあります。だから犬も歩けば棒に当たるは、あまり目立たない方がいいとか、静かにした方がいいという意味も込められています。実は犬も歩けば棒に当たるはもともとはこっちの悪い意味のことわざだったそうです。でも最近は何か行動してみると想像していなかったいいことがあるというポジティブな意味で使われることが多いです。じゃあ犬も歩けば棒に当たるの使い方を一つ紹介します。例えば仕事を探しているとき、まずは入りたい会社に応募をします。会社に書類を送っても必ず面接が受けられるわけではないですよね。あと面接を受けても必ずその会社に入れるわけでもないですよね。仕事を探すことは本当に大変なことです。何度も失敗するかもしれません。でもそれが怖くて行動できないと好きな仕事やいい仕事をすることはできません。そこで犬も歩けば棒に当たると思っていろんな会社に応募してみようということができます。勇気を出して行動したら
想像していなかったようないい会社に出会えるかもしれません。反対に言えば、行動しないといいことが起こらないと考えることもできます。もちろん、棒に当たったら痛いのと同じで、良くないことや残念なこともあります。でも、行動してみると何か新しい発見があるかもしれません。特に迷っている時や人生で何をすればいいかわからない時、行動しないと何も始まらないですよね。人生に行き詰まりを感じている時こそ行動してみるといいと思います。行動してみるとそれまで見えなかったことが見えてくることもあります。人生挑戦してみないとわからないこともたくさんありますよね。私も日本語教師という私にとって最高の仕事を見つけるまでいろんな仕事に挑戦してきました。いろんなことに挑戦したからこそ自分に何が合ってるかも分かったし、自分が本当に何がしたいかも少しずつ分かるようになりました。人生やってみないと分からないこともたくさんありますよね。だから何がしたいか分からないとき、どうすればいいか分からないときは行動してみるといいと思います。私たち人間は変化をすごく恐れる生き物だと思います。変化っていうのは変わることっていう意味ですね。変化って怖いですよね。変わることって怖いですよね。だから私たちは行動せずに今の状況を保とうとしがちです。でも変化こそ一番自然なことですよね。社会も自然も私たちもこの世のすべてのものは常に変化しています。それに私たちはいつ死ぬかわからないですよね。だから完璧になるまで待つのはもったいないと思います。完璧じゃなくてもいいから今始めるといいと思います。やりたいことがあるとき恐れずに行動してみると何か面白いことがあるかもしれません。私は昔からずっと心理学を勉強してみたかったんですけど、今まで時間がないと言い訳してなかなか行動に移せませんでした。最近やっと心理学のコースを受け始めました。これからどんな発見があるかすごく楽しみです。皆さんは今何か挑戦してみたいことはありますか？やってみたいけどなかなか行動に移せていないことはありますか？よかったらコメントで教えてください。はい、今日もサンポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。みんなありがとう。またね。